まさみチャンネル On the Tone。 今回はライバルについての続編を話したいと思います。西日本地区のチャンピオンになってからは、次の目標は全日本選手権に変わりました。全国で最もレベルが高いのは西日本地区だと思っていたんですけれども、初めて全日本選手権に出場してそのレベルの高さを思い知り、まだまだ上があるということを知りました。特に石原直樹さんのすごい走りを見てからは、石原さんに追いついて勝てる選手になろうと強く思っていました。その翌年の1983年に千葉県にある中山競馬場で開催された全日本選手権に挑戦しました。この時初めて決勝に進出できたんですけれども、自分より速い選手が3名もいました。もちろん予選1位は石原直樹選手でした。そしていざ8分間の一本勝負で行われた決勝がスタートしますと、石原選手の車はあっという間に前方に消えていなくなりまして、その実力の差は明らかでした。レース後半には石原選手の車に追いつかれて周回遅れになりました。この時私は3位になりました。しかしなんと石原選手はこのレースで負けてしまったんです。彼を追い抜いた選手は駒純一さんです。今まで聞いたことのない名前で、僕より1歳年上の14歳、駒選手のセンセーショナルな勝ち方は彗星のごとく現れた若き天才少年と称されました。駒選手の登場によって私の目標がまた一人増えてしまいました。その翌年の1984年、今度は東京新宿の NS ビル内で開催された全日本です。一般の観客を交えてとなりますので、ものすごい活気があって私のテンションもマックスでしたけれども、石原選手の姿は実況席にあって選手としての登録はありませんでした。石原選手は昨年の全日本選手権を最後にレースを引退されてしまったのです。また駒選手は世界選手権に参加するためこのレースは欠席となりました。ということは昨年の1位と2位が不参加となるので、私が優勝できる確率がものすごく高くなるわけです。よって優勝気分満々で参加したわけなんですけれども、そこに全米チャンピオンのジョエル・ジョンソンという選手が参加してきました。ジョンソン選手の車の動きは今までに見たこともないような軽快さで、8分間バッテリーダウンしないでものすごい速度で走っていました。日本のトップ2選手が不在の中、私は日本選手の代表としてジョンソン選手に対抗しましたけれども、予選2位でかなわずあっさりとポールポジションを明け渡してしまいました。そしてジョンソン選手の走りを見てしまった私は準決勝で完全に自分のペースを失ってしまい、ミスを連発して敗退しました。よって決勝戦は見学でした。ジョンソン選手は他の日本選手を大きく引き離して余裕でトップゴール。その翌年の1985年、ついに駒選手との一騎打ちが実現します。舞台は大阪の万博記念公園です。地元の関西エリアでの開催ということもあって、私を応援しに来てくれる人も大勢いて、最高の環境でのレースでした。この時は準決勝で駒選手と一緒に走りまして、僕は駒選手に勝ったんですね。そして2人は決勝に進出しました。しかし総合のタイムで私より速かった杉山選手と山田選手がいたので、私は3番手で、4番手に相澤選手で、そして駒選手が5番手からの決勝スタートとなりました。決勝では駒選手と私と相澤選手による大バトルの末、後半で駒選手と一騎打ちになったんですけれども、私の実力はここまででした。最後に力を出せず駒選手がトップフィニッシュ。私はまたしても駒選手に勝つことができませんでした。この時は1対1で勝負して負けたので、なおさらに悔しかったです。そして翌年の1986年のことです。全日本選手権の1週間前に世界選手権に初参加することになりまして、同時に駒選手もそれは初参加の種目でした。ですので彼との直接対決はさておき、まずは駒選手と僕で世界の舞台でワンツーフィニッシュして、その実力を世界に知らしめましょうという意気込みでアメリカのラスベガスへ乗り込みました。そしてそのレースの終了直後のことです。駒選手はピットテーブルで泣き崩れ、私は観客スタンドに座り、上からその駒選手の姿を見ながらただ呆然として泣き続けていました。駒選手も私も、そしてジョンソン選手でもかなわない選手たちが欧米に大勢いることが分かり、世界の怖さというかレベルの高さを痛感しました。
そして翌週の1986年の東京駒沢公園での全日本選手権では、私は駒選手をラスト30秒で追い抜いて念願の全日本チャンピオンになることができました。私の中学高校での青春時代は駒選手に始まって駒選手に終わったという印象です。ということで、13歳の頃から初めて全日本選手権に優勝した16歳の頃までの4年間での最大のライバルは駒純一さんでした。翌年の世界選手権で初優勝してからのライバルについてはまた別の機会に話していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。